sorry, the number you have dialed is not in service at this time. どうもこんにちは。焼肉ベースかけるの俊介です。もう今ゴールデンウィーク真っ只中ということで、ピクニックとかバーベキューとかすごくあったかいのでやられる方が非常に多いと思いますので、今日はちょっとステーキに向いてるお肉を用意してみましたのでさばいていきたいと思います。で、今日用意したお肉がこちらですね。イチボっていう部位なんですけれども、このイチボの中でも今日は黒毛和牛じゃなくて、赤毛和種、いわゆる熊本阿蘇で育てられる赤牛というブランドのお肉仕入れしましたので、こちらをさばいていきたいと思います。で、赤牛の特徴としては、いわゆる世の中に出ている和牛と言われる黒毛和牛よりもサシがちょっとおとなしめで、赤身の味が非常に濃い種類で、この赤牛っていうのが、赤牛というより赤毛和種っていうのが、全体で流通されている和牛の中の約 1% から 2% ぐらいなので、非常に珍しい牛さんになります。うちは結構定期的に仕入れてるので、東京では珍しく赤牛を食べることができる焼肉屋ということになっております。で、最近だと結構高級ステーキ屋さんとかホテルとかその辺が赤牛を使い出してるので、だんだん知名度が上がってきて人気になっている、そういう種類の和牛です。ちょっとさばいていきます。で、イチボなんですけど、これ結構小ぶりなイチボでだいたい4キロぐらい塊なんですけど、で、ここのちょっとサシが横に入っているこっち側が、外ももですねに続いている部位になりまして、で、ここら辺が非常にね、赤身の味が濃い部位になるので、ステーキにするならこの辺がおすすめですね。で、こっちに行くにつれて結構柔らかい、焼肉カット用によく使うんですけれども、この辺からこっちを焼肉用という感じでうちでは使ってます。で、まずこの油ですね、全部弾いていきたいと思うんですけど、このイチボの油はそんなにくどくないので、こういう例えばバーベキューとかでやられる場合はそのまま残しちゃっても大丈夫ですし、ちょっとこう動画を見て練習したい方はしっかり撮ってみてもいいんじゃないかなと思います。うちは赤牛を業者さんからイチボ仕入れてるけど、一般の人はこんな塊のイチボってどっかで買えんの？正直ちょっとこれはね、仕入れするのは難しいと思うんですよね。うちもちょっとつながりがあってやっと仕入れできてるのでちょっと難しいとは思うんですけど、ちょっとね、うちもまだどうなるかわかんないんですけど、このブロック肉とかをねちょっと販売していきたいなと思ってるので、今後ちょっとうちを通して買うことは可能かもしれないですね。ちょっと一般的にはなかなか難しいかもしれないです。ただこのイチボってお肉、例えばコストコですと US のアメリカ産のイチボとか塊で売ってるので、そういうのをねこう買ってみてもいいんじゃないかなと思います。で、特徴としてはね、結構サシと赤身のバランス非常に取れたお肉かなっていう感じですね。割とねこの辺の脂はもうざっくりでいいですね。特に赤牛はねさっぱりした脂身が特徴なので、グリグリに剥くっていうよりは少し油を残して食べていただくっていう感じですね。結構近い部位でランプともまたちょっと変わってくるのかな。そうだね、このランプとイチボっていうのはもともと隣同士でくっついてるんですけど、ランプはもう赤身の王者っていう感じですね。もう味が濃くてもうぐっつり赤身っていう感じなんですけど、イチボはそこにちょっとサシが入ってくるようなイメージですね。なんていうんですかね、オールマイティープレイヤーみたいなイメージですね。これでざっくり、ちょっと油残し気味で取ってまして、次反対側ですね。こっちがいきます。で、この辺ちょっと油筋もしっかり噛んでるので、この辺はしっかり取っていきたいと思います。で、この辺にちょっと肉片がついてるので、この辺は外していきますね。まあまあ筋あるね。ただイチボの筋ってそんなに気にならないんで、なんか自宅用とかそういうバーベキュー用で豪快に焼く場合はぶっちゃけあんまり気にしなくていいかなと思います。うちはね、ここ焼肉用にカットするんで、この辺のちょっと歯触りの悪いところはしっかり取っていくんですけど、
ちゃけそんな気にしなくていいかなと思いますね。食べてもそんな気にならない、そこまでは。逆になんかそれが食感になって美味しかったりとかするので。でここのねちょっとえぐれてる部分の筋は少し硬いんで、ここはちょっとちゃんと取りたいなっていう感じですね。結構ペリペリ。新鮮なんで肉離れがいいですね。そうなんだ。この辺のねこういう筋とかちょっと肉のついたところをこれをカレーとかに入れるとマジで最高ですね。超うまいですね。あ、そう。でこれがねちょっと黒毛和牛になるともうちょっとこうサシが入っててくどいんですよ。赤牛だとねここの油がさっぱりしててめちゃくちゃね赤身の味が濃くて何枚でも食べれちゃうっていうそんな部位になるんですよね。うちも結構お客さんで1回頼んでもう1回おかわりする人が。そうそれぐらいやっぱね旨味があって、なんだろうな、本当に僕の中でもこのイチボっていう部位はトップ3ぐらいに入るかな。でここちょっとえぐれてるんで、このまま剣先でこう皮だけ取ってってもいいですし、自宅でやるときちょっとこういうえぐれた部分って難しいので一回全部柵取りしちゃってからでも大丈夫です。じゃあ一回ちょっと柵取りしちゃいますね。一発目ここでいきます。こんな感じですね。でかい。でもうここも切りますと。で筋はこういう風に柵取りしてから取ると非常に取りやすいのでこういう感じですね。まずステーキですね。ちょっと豪快にいきましょうか。一旦ここで押して今日いいですね。相当すげえ相当いいですね。綺麗。じゃあここちょっとステーキいきますか。贅沢厚切りでこれでマジ。最高だよね。じゃあここ焼肉カットでいきましょう。まず一発割ります。あ、よく見る。いいですね。一部柔らかいので結構厚めにこれぐらいの厚さでします。はい、じゃあ今日こんな感じで、ステーキと、焼肉カットですね。しかも赤牛バージョンということでロースターでどういう風に焼くのかっていうのをこれから見せてと思いますので試食に移りたいと思います。さっきのイチボ焼いていきたいと思います。すごいね。ステーキが2つと焼肉カットが2つね。これ食っていいの？これね多分食わせたくないけどまあね、みんなに美味しさを伝えてください。しっかり焼いていきます。うわ音たまんないね。もう一個も。はい。迫力がすごい。ピカピカしてるね。で一応これ分厚いステーキカットなんでだいたい30分から45分ぐらい常温に戻してちょっと中の方まで少しぬるくしてありますので、これちょっと焼いてる間に
うちで出しているイチボの焼肉ですね。焼肉カット焼いていきたいと思います。これも綺麗ですね、形が。カットがはい、じゃあ1枚目焼けたんで、で最初ニンニク醤油で食べてもらいたいんで、めちゃくちゃ合いそうだね。ちょっとこれね、ニンニク醤油で。いただきます。うまっ。これはやばいだろ。これはやばいよ。味濃いよ。味がめちゃくちゃ濃い。さっぱりしてるんだけど、やっぱ脂身部分がいい仕事をしてくれて。黒毛と違ってね、この油がすごいさっぱりしてるんで、しっかり油つけてても美味しいよね。ここはいい食感になってくる。で、ちょっとステーキひっくり返してください。うわやばすぎるね。贅沢すぎ。じゃあ焼肉カットね、2枚目。いい感じだね。じゃあプラスちょっとわさび。いいね。はい。よりさっぱり。米もいっておきたいと思います。はい、じゃあだいぶ両面焼けてきたんで、ちょっと一回休ませましょう。はい、ちょっと休ませたので、もう一回焼き直していきますね。だいぶ火は取ってる。そうだね。まあこれは割と中レアでもいいかなと思うんで、あんまり焼きすぎない方がいいかな。じゃあ肉焼き上がったんで、ちょっとカットしていきますね。ステーキカットでそぎ切りでいきます。完璧なサーモンピンクですね。美味しそう。やばいね。これバーベキューでできたらもう大ヒーローだね。最高だ。じゃあこの辺ちょっとサイコロカットにしていきますね。はい、じゃあこれケイスケ食べてもらいます。いただきたいと思います。すごいね。完璧じゃん。これ上が結構薄切りそうになってて、下がこれさっきの最後端っこのサイコロカット、サイコロカットで早速いただきたいと思います。なんかおすすめとかある？そのままの味を、赤牛の味をちょっと楽しんで。いただきます。こっちの方がよりその味、旨味濃さを感じられる、さっきの焼肉カットより。分厚く切ることによって肉汁がこう中に滞留して閉じこもってるような感じで。じゃあ次ちょっとニンニク醤油で、やっぱねステーキはニンニク醤油ありますからね。いきます。ご飯でしょこれは。贅沢すぎるしやばいねこれ。ちゃんとガチモンの
赤牛使ってますからね。すごいよこれ。高いよ。こんなこと知ってていいのかな。うますぎてなんかこの後悪いことが起きそうなぐらい贅沢をしてる感じがします。脂身のブロックのところにわさびをちょっとつけて、でさっぱりちょっと食べて。油っこさがね、こうさっぱりわさびで食べやすくなってるし。もともと油がそこまではしつこくないんだけど、これによってよりさっぱり食べられるかな。油甘っ。ちょっとこれ食べておきたいと思います。これ何いいの？ブーブー言わずに食えよ。いやめちゃくちゃ嬉しいんだけどこんなん。じゃあオープンしてください。じゃあ最後いただきます。今日やるの忘れてたけど、これは完全にうますぎや剣士ですねっていう感じで、今日の場所はマジで過去一番贅沢だったかもしれないぐらいめちゃくちゃうまかったです。当店に来ればこの赤牛を召し上がることができますので、ぜひお待ちしてますので、それではまた来週。はだいたい握り拳ぐらいって。塩とごま油